それでは文字列の使用について見ていきましょう。文字列は先ほど説明しましたけども、こういうような形で変数に入れるっていうことができましたよね。で、文字列の中でシングルクォーテーションとか、それからダブルクォーテーションを使いたいということがありますね。例えば、このダブルクォーテーションをこの文字列の中で使いたい場合は、こういうふうな形で使うことができるんですけども、外側ですね。外側は必ずシングルクォーテーションにしてやる必要があります。反対に外側をダブルクォーテーションでやれば、内側はシングルクォーテーションで囲むというようなやり方をしていきます。これを実行してみます。そうするとこういう形で、表示されますよね。ダブルクォーテーションが表示されています。こちらの方は外側はシングルクォーテーションという形ですね。これを守らず、こっち側ダブルクォーテーション、内側もダブルクォーテーションであればエラーとなってきます。次は、エスケープシーケンスっていう特殊文字について説明します。例えばこういうようなプリント文があるとしますよね。で、この特殊文字を表すには、この円マークをつけてやります。これを実行してみます。そうすると結果はこういう形になるんですね。こう見てみると、ようこそ円マーク N ってなってますね。これは、この意味は開業するという意味になってきます。で、ようこそって開業して、新潟県へってなってます。で、次はようこそ T、円マーク T。これは、ここが、だいぶ離れてますね。タブっていうことなんで、タブを入れる場合には、こういうふうに T っていうふうに、書きます。そして次ですね。ようこそ円マークシングルクォーテーション。これを見ると、シングルクォーテーションだけが表示されますね。で、こちらでこういって、こちらは何もないですよね。だから頭のだけシングルクォーテーションが入った状態になるということになります。そして最後です。こちらが円マークが2つですね。この場合はどういうこと、この文字列の中で円マークを表示させたい場合には、こういうふうに2つ円マークを入れるということになってきます。